これでわかるハミルトン夫人。ずば抜けた美貌の持ち主。ナポレオンと戦い、イギリスを守った英雄ネルソン提督を虜にした女性として有名です。貧しい生活から貴族の妻になり、イギリスの英雄の愛人になり、最後には借金に追われるという波乱万丈な人生を歩んだ彼女の生涯を覗いてみましょう。エマ・ハート。1761年、イングランド北西部のチェシャーに鍛冶職人の娘として生まれる。家政婦として働いていましたが、美貌と開放的な性意識が災いして、どの勤め先でも長く続きませんでした。17歳の頃にはロンドンにてダンサーや画家のモデルとして知られていました。ある日、社交界で力を持つチャールズ・グレビルという貴族と出会い、2人は恋に落ちます。チャールズは彼女に上流階級の礼儀作法や社交界で必要な知識を教育しました。エマはそれをぐんぐん吸収していき、たくさんの人を魅了するようになりました。チャールズが友人の画家ジョージ・ロムニーに彼女を紹介し、絵を描かせたことから、その美しさはより噂になりました。チャールズは経済的にうまくいかなくなり、他の裕福な女性と結婚することにします。さて、エマをどうしよう。そうだ、ナポリにいる叔父に預けよう。エマをナポリ駐在のイギリスの外交官であるハミルトン卿のところに送ります。エマは愛人として売られたのでした。ハミルトンは噂やジョージ・ロムニーの絵画などでエマのことを知っていました。彼はアートコレクターで美術品の一環として彼女に興味を持っていました。最初は美術品のように見ていたのですが、次第にエマ自身に惹かれていき、1791年、2人は正式に結婚しました。ハミルトン60歳、エマ26歳でした。愛人の頃からエマは自らアチチュードと呼んだポーズや踊り、演技を取り混ぜて表現するショーで人気を得ていました。数枚のショールを使い、ギリシャ神話のメディアから女王クレオパトラまで多くの古典的な題材でたくさんの人々を魅了しました。人脈は広く、ナポリ王妃とも社交界で知り合い気に入られていました。ちなみに彼女はフランス王妃のマリー・アントワネットのお姉さんです。ある日、イギリスから特使として援軍を求めてナポリへやってきたホレーショ・ネルソンと出会います。エマがネルソンとナポリ王妃を合わせたりして、イギリス政府に有利な政策をする手助けをしました。5年後、ネルソンはナイルの海戦での勝利後、再びナポリへやってきました。戦いにより片腕と歯のほとんどを失っていました。ほどなくしてエマとネルソンは恋に落ちていきます。お互いに結婚しているので秘密にしていましたがバレます。ネルソンの家庭は破綻しました。ですが対面のため離婚はしないでいました。ハミルトンはそのままの関係を続けます。ネルソンはイギリスにとって不可欠な人だと思っていたのと、エマに溺愛していたというのもあり、奇妙な三角関係になりました。1801年にはエマはネルソンとの間にホレーシアという娘を産んでいます。1803年、ハミルトンはこの世を去りました。その2年後、ネルソンは戦争に出ます。トラファルガーの海戦。この戦いでナポレオン率いるフランスとスペインの合同海軍を破り、イギリスへの侵攻を防ぎました。残念ながらネルソンはこの戦いで亡くなります。神に感謝する、義務は果たせた、と言って亡くなっていきました。ネルソンはこの海戦の前に、エマと娘のホレーシアが国の年金を受け取れるようにと遺言状を残していました。イギリスを勝利に導き、国民に尊敬され、心から愛する人にも出会い、満たされた終わり方だったのかもしれません。ただ実はその遺言状は無視され、エマたちが年金を受け取ることはありませんでした。ネルソンを失い、孤独でおかしくなり、ギャンブルなどに溺れ、借金地獄に陥ります。債権者監獄に入れられ、後に債権者から逃れるためフランスへ渡り、お酒に溺れ、困窮したまま肝臓を痛めて、1815年、49歳でこの世を去りました。
まさに波乱万丈の人生ですね。エマの美しさに見入られた人は他にもたくさんいました。特にこの人、画家のジョージ・ロムニーです。ロムニーは彼女の肖像画を描いているうちに心奪われ、肖像画家としての日常の仕事と両立させることが困難になるほどエマの魅力に取りつかれていきました。こちらの絵をご覧ください。自然そのままのハミルトン夫人。彼はたくさんの肖像画を描いていますが、こんなにも動きのあるナチュラルな作品は他のモデルの絵にはありません。こんな無邪気で自然なエマも僕は知っているんだと自分のために描いているかのよう。では最後にハミルトン夫人の他の絵画を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。